こんにちは、梅です。今回はサウナ小屋を作ってみようと思います。一口にサウナといってもログハウスみたいに重量感があるしっかりしたものから、テントサウナのようにキャンプに持っていて楽しめるものまでいろいろありますよね。中にはモバイルサウナのように車で牽引して移動できるものや、軽トラの荷台に乗せて運べるものもあるみたいです。それで今回はなるべく軽めに作りたいと思っていて、物置ぐらいのイメージで考えています。熱源は薪ストーブで、熱した石に水をかけて蒸気を発生させるフィンランド式サウナにしたいと思います。それでは行ってみましょう。小屋チューブ。前回の動画で作った薪棚の隣のスペースが空いているので、こちらにサウナ小屋を作ろうと思います。サイズは約 1.5 畳で、軽トラックの荷台と同じぐらいの大きさで考えています。整地はだいたい終わっているので、まずは土台を作っていきます。土台になる箇所を軽く掘って、そこに路盤材という砕石を入れて丸太でトントンして突き固めてから、その上にコンクリート平板を置いていきます。四隅とその間の全部で6箇所にコンクリート平板を設置しました。続いて 2x4 材で床と同じ大きさの枠を組んだので、これを置いて水平を確認していきます。水平が確認できました。次に木材をカットして塗装していきたいと思います。今回は 3cm×4 センチの角材と杉板を主に使います。角材で枠を組んで、そこに杉板を貼って壁にしていく予定です。まず木材をメジャーで測って鉛筆で印をつけて、丸ノコで必要な長さにカットしていきます。ちなみにホームセンターで売っている安い杉板はささくれてたり表面が粗くて引っかかるので、気になるところはカンナで削ったりヤスリがけをしてから使います。木材のカットと塗装の下準備が終わりました。塗装には渋炭という塗料を使おうと思います。渋炭は柿の渋と松の木を焼いたすすを混ぜて作るんですが、どちらも自然由来なのでサウナに使うのにはちょうどいいと思って今回選びました。渋炭については前回の動画で詳しく説明しているので、気になった方はぜひそちらをご覧ください。材料は松を焼いたすすである松煙と柿渋、あとは焼酎と水になります。まずは松煙を 40g 測ります。そこに少量の焼酎を加えて溶かします。溶けました。続いて柿渋 250ml を等量の水で薄めます。最後にこの2つを混ぜ合わせれば渋炭の完成です。渋炭ができたので早速塗っていこうと思います。一度塗りが終わったのでよく乾燥させてから二度塗りしていきます。二度塗りを終えて一晩乾かしたので塗装が完了しました。次に角材を使ってサウナ小屋の枠を組んでいきます。組み立てにはインパクトドライバーを使います。角材は割れやすいのでドリルビットで下穴を開けてからビスで固定していきます。枠が出来上がったので、いよいよサウナ小屋を建てていこうと思います。まず床なんですけど、最終的に砂利を敷いた土間にしようと思っているので、板は張らずに床の枠だけを組んでいこうと思います。
床の枠ができました。ちなみに床枠には防腐処理済みの 2x4 材を使用しました。続いてこの上に先ほど作った枠を乗せていきます。壁の骨組みができました。次に角材を斜めに渡して屋根を作っていきます。角材の取り付けにはちょうど良いサイズの L 字金具を見つけたのでこれを使います。サウナ小屋の骨組みが完成したので壁と屋根に杉板を貼り付けていきます。壁と屋根の隙間を短く切った角材で埋めていきます。杉板がだいたい貼り終わったので次は屋根にアスファルトルーフィングという防水シートを貼っていきます。固定にはタッカーという大きいホッチキスを使います。続いてルーフィングの上にガルバリウム波板を設置していきます。まず下地となる角材を固定してから専用の傘釘で波板を取り付けていきます。続いてドアを取り付けていきます。ドアにはツインカーボというプラスチックを使って明かり取り用の窓をつけました。サウナストーブにはホームセンターでよく売られている本間の薪ストーブを使おうと思います。薪ストーブの煙突を室内から外に出すためにメガネ石を作っていきます。メガネ石は煙突が通るための穴の開いた石のことで、煙突の熱で壁が傷まないように断熱材として用いられるものです。今回はセメント、砂、パーライトを使ったパーライトモルタルでメガネ石を作ります。セメント、砂、パーライト1対3対2をよく混ぜ合わせてから水を加えてさらに練っていきます。あらかじめ作っておいた型枠にパーライトモルタルを流し込んでいきます。隙間なく詰めてから叩いて空気を抜き、コテを使って表面をならして平らにします。凍らないように室内で数日間乾かせば完成です。それではメガネ石を設置していきます。薪ストーブの設置が完了しました。杉板の隙間を埋めるために板と板の間に押し縁という細長い板を貼り付けていきます。最後に床に砂利を敷いていきます。砂利を敷いて椅子を置きました。薪ストーブの周りには軽カル板という燃えにくい板を設置しました。壁には一酸化炭素チェッカーと温度計を取り付けました。サウナ小屋が出来上がりました。幅 1.8 メートル、奥行き 1.4 メートル、高さ 1.8 メートルのサウナ小屋が完成しました。それではいよいよサウナに入るためのセッティングをしていきます。まずサウナストーンを準備しようと思うのですが、調べたところサウナストーンには主に新青岩という種類の石が使われているそうです。新青岩はマグマが地中でゆっくりと固まったもので、熱に強くて変形しにくいという特徴があります。身近な新青岩としては御影石とも呼ばれる花崗岩があります。実はこの土地には大きめの花崗岩がゴロゴロ転がっていて、少し掘ると手頃な大きさのものもたくさん出てきます。なので今回は敷地内で採掘した花崗岩をサウナストーンにしたいと思います。早速薪ストーブに火を入れていこうと思います。
60度になったのでサウナに入りたいと思います。あったかい